今回は北海道から飛び出し、2人で秋の京都を大満喫してきたので、京都の魅力、皆さんにもお見せします。旅の始まりは北海道の空の玄関、新千歳空港から。12月の初め、雪がちらついています。飛行機で寝るため、メガネで出発です。機内サービスのドリンクのカップが鬼滅の刃でした。見えますか？遠くに富士山が。大阪の空港へ到着。見た目からも北海道より暖かそうですよね。空港からはバスで京都に移動しました。ここからは地下鉄とバスでたくさん移動します。と言いつつ、最初からバスに乗り遅れて歩いています。さて、最初に向かっているのはどこでしょう？千代さん、だいぶワクワクしていますね。足取りも軽いです。到着したのは清水寺です。清水寺はとにかく人気のスポットなので、混雑を避けるため平日の昼間に来ました。これは出世大黒天様。稼がせてくださいってお願いしてきました。もし清水の舞台から飛び降りたら、こういう景色が見られます。清水寺の一番有名な眺めです。先ほどの舞台はこの飛び出している部分です。京都の街も一望できます。これは達也じゃなくて着物の女の子を撮りたかっただけ。これは千代に似てる石。これははしゃいでいる千代。これは下から見上げる清水の舞台。紅葉が綺麗ですね。修学旅行の学生がたくさんです。さて、次に向かっているのはどこでしょう？到着したのは33間堂。ここは清水寺ほど有名ではありませんが、とても庭が綺麗なのと、中には1000体もの観音像が並び圧巻です。どんどん移動します。さっきから歩いてばかりに見えますが、ちゃんとバスにも乗ってますよ。でも3日間で合計50キロ以上も歩いたらしいです。2人とも歩くのが好きでよかったです。続いてやってきたのは、千本鳥居で有名な伏見稲荷大社。約1時間で登れる山頂までずっとこの鳥居が続いています。まるで異空間のようでした。日が落ちてきて怖くなったので山頂まで行かず途中で引き返しました。夜の祇園エリアで
煌々と輝いているのは歌舞伎座です。歌舞伎を見るというプランも入れておけばよかったです。こちらはポント町という飲食店が立ち並ぶエリアです。お高めのお店が多いですが、私たちが入ったお店は庶民的な価格でした。ハモの天ぷらと生風田楽がとても美味しかったです。まだまだ観光は終わりません。秋の京都では紅葉のライトアップを楽しめる場所がたくさんあるんです。1日目の夜に訪れたのは高台寺。庭園の池に映る紅葉が美しいです。人もそんなに多くなく、静かな夜の散歩を楽しめました。2日目、早起きをしてやってきたのは、みんな大好き、金閣寺。金閣寺も人気スポットなので、混雑を避けたいなら朝日に映え、見た目も綺麗です。続いて少々道に迷いながらいい感じの小道を抜けてたどり着いたのは、延里庵。静寂さと色彩の美しさに心を奪われ、その名の通り離れたくないと思う場所でした。聞こえるのは鳥のさえずりだけ。落ち葉の赤い絨毯だけでもずっと見ていたくなるような気持ちになりました。またまたいい感じの道を歩いて向かうのはどこでしょうか。ちなみにこの時もちょっぴり迷子です。ここは嵯峨野にある竹林の道です。約400メートルの道に数万本の竹が植えられています。こちらも夜にはライトアップがあり、綺麗だそうです。続いてこちらは竹林の道からほど近い天龍寺。ちょっと紅葉の見頃は過ぎていましたが、こちらも庭園が見どころです。渡月橋周辺は飲食店や土産屋がたくさんあり、賑わっています。さあ続いてこのかっこいい門は二条城。城内は撮影禁止ですが、マジかっこいいです。二条城、我々のおすすめスポットです。機会があればぜひ。続いて今日の台所とも称される錦市場をさらっと抜け。やってきたのは銀閣寺。銀閣寺は銀色ではありません。白砂を盛り上げた銀遮断はかなり独特です。夕日に照らされた銀閣を見るために頑張って階段を登っています。ちなみに我々は金閣より銀閣が好きです。豪華絢爛な金閣より質素な銀閣の方が落ち着きます。ほら、素敵な眺めでしょ？金閣は夕方の時間帯がおすすめです。2日目の夜は永観堂から。永観堂は特にもみじが綺麗なことで有名です。いやー、綺麗ですね。こんなに紅葉を満喫した秋は初めてです。
さて、次の場所に移動しました。ここはどこだかわかりますか？奥の方に少し見えてきましたね。そう、五重塔で有名な東寺です。ここは夜のライトアップで唯一紅葉ではなく建物自体が主役となっていました。京都のシンボルとして市民にも親しまれている東寺。ぜひベストアングルで写真を撮ってくださいね。遠くからも綺麗でしたが、近づいて下から見てもかっこいいですね。3日目最終日は宇治駅からスタートです。宇治といえば抹茶が有名ですね。10円玉にもデザインされているここは平等院鳳凰堂。内部の見学もしたかったので、こちらも朝一に訪れました。朝9時頃に着いて10時50分の案内だったので、中まで見たい場合は早めの行動が吉です。併設のミュージアムも見られるので結構見どころがたくさんです。左右対称の作りが美しいので、写真は絶対に正面から。2泊3日の京都旅行も大詰めになってきました。こちらは第5次。紅葉はほとんど終わりかけで残念。でも、枯れ木と紅葉のコントラストもなかなかいいですね。敷地がかなり広く、自然の中を歩くのが好きな人にはおすすめです。旅の締めは伏見エリアを散策。京都の地ビールを楽しみました。後ろ髪を引かれながら寒い北海道に帰ったのでした。